前回のおさらい。ニビルから地球の開発や金の採掘のために600人のアヌンナキ、そして火星の開発のために300人のイギーが派遣されていた。エンキとエンリルは地球でそれぞれの一族を作り上げ、求心力を高めていた。その頃火星の開発をしていたイギーたちは日々の過酷な労働に不満が募り、それを見ていたアラルに代わる火星での司令官アンズは密かにある計画を思いつき、実行に移そうとしているのであった。火星の司令官アンズはイギギたちを集め、ある計画を話した。その計画とは、地球に奇襲を仕掛け、王の一族の宝である運命の石板を盗み出し、地球と火星の王になろうではないか。そしてイギギは王の家臣として世界を支配していこうではないか、というものだった。過酷な労働にうんざりしていたイギギは、アンズの作戦に皆賛同した。こうしてアンズとイギギの一団は、地球が夜中のうちに襲撃をした。その奇襲攻撃は見事に成功し、アンズは運命の石板を盗み出すことができた。しかしアンズが運命の石板を盗み出すところを目撃したエンリルとニンハルサグの息子ニヌルタは一瞬の隙をついてアンズに襲いかかった。そして石板を取り返すことに成功した。その騒ぎを聞きつけたアヌンナキたちにより、アンズは捕らえられた。アンズは反乱を企てたイギギたちが見ている前に処刑された。司令官を失った火星に新たな統治者としてエンキの息子であるマルドゥクが配置された。これまでの過酷な労働で不満が蓄積していたアヌンナキとイギギをニビルに返し、新しい一団を地球や火星に派遣した。アンズの反乱の後、安定を取り戻した地球では、ニヌルタが地球で金を生成しちゃうどうか、と提案した。これまでは掘り出した金鉱をそのままニビルに運び、ニビルで生成を行っていたが、このニヌルタが提案した案のおかげで飛躍的に作業が効率化できた。この提案をしたことがきっかけで、エデンに金属生成の都、バドティビレを設置し、それと同時にニヌルタは金鉱で働くアヌンナキたちを指揮する役目にも就いた。その頃エンキはアブズに遺伝子工学の施設を作っていた。ここのリーダーにエンキの息子でニビル一の天才とされるニンギシュジッタを配置した。アブズの金庫では新たに派遣されたアヌンナキたちが働いていたが、日々の過酷な労働にまたもや不満が溜まってきていた。ニヌルダがアヌンナキたちの不満に気がつき、アブズの統治をしていたエンキに報告をした。一方エンリルはアブズへ来ていた。その理由はアブズの金鉱で働くアヌンナキたちの不満を耳にしていたからだ。エンキの求心力を低下させようと目論んでいた。アブズの金鉱にエンリルが突然現れ、王族の権力を利用し、金鉱で働くアヌンナキたちに無茶苦茶な指示を出し続けていた。このエンリルの行動により、アヌンナキたちの不満が倍増することになった。この出来事がきっかけで、またもやとんでもない波乱が待ち受けているのであった。
次回第1章最終話、最初の人類アダム誕生の秘密。